月刊文芸春秋6月号に深浦光一九段が藤井と羽生はどっちが強いと題した8ページほどの短い文章を寄稿している。羽生世代で藤井キラー天才2人を熟知するベテランが徹底分析と副題が付けられている。この寄稿は次の見出しから構成されている。読みは貝殻探し。あえて110メートル地点から炸裂した羽生マジック。昔の羽生さんは殺気立っていた。活躍の理由は好奇心。藤井八冠を誰が破るか。全盛期にもしたたかわば。ご承知の通り文芸春秋は総合誌と呼ばれるジャンルの雑誌である。将棋連盟の発行する将棋世界のような専門誌とは読者層も内容も当然異なる。文芸春秋6月号のメイン特集は朝日襲撃赤報隊の正体で、同号の中で94ページから119ページまでに16ページを割いている。安倍、岸田と総理へのテロが相次ぐが、かつて日本中を震撼させた事件があった。赤報隊と名乗る犯行グループは朝日新聞阪神支局で記者を射殺、リクルート社や中曽根竹下両総理も標的にした。時効から20年とややもするとおどろおどろしい特集の後に続くいくつかの短編の一つとして掲載されている。それがゆえに総合誌ということなのだ。雑誌においてページネーションは重要である。つまりその雑誌号のどのページに割り付けられているのか、前後の順番も編集者はよくよく検討しているからである。とりわけ紙の雑誌ではそうした雑誌というメディアの特性が現れる。深浦九段の寄稿は AI 研究者として著名な東大松尾教授によるチャット GPT 時代の勝者と敗者に続いて配置されている。おそらく文芸春秋誌を購読するベテラン層シニア層の読者にとって、政治、経済、外交といったハードニュースと呼ばれる硬派なテーマやジャンルが主たる関心事で、次いで文芸、エンターテイメント、ライフスタイルといったソフトニュース、つまりチャット GPT や将棋など当世の流行も抑えるというニュアンスの編集誌で藤井羽生ネタを盛り込んでいるわけである。月刊文芸春秋らしい記事組成ではある。羽生九段と同世代で羽生七冠時代に王位のタイトル戦を争うなど、これまでに80局以上の公式戦を戦ってきた深浦光一九段。また自身の藤井六冠との対戦のみならず、本記事掲載前後に弟子の佐々木大地八段が旧陸区杯棋聖戦五番勝負、続いて伊藤園王位お茶杯第64期王位戦挑戦者決定戦で羽生九段に勝利し、藤井六冠への挑戦権を獲得した。文春への記事寄稿の人選として最もふさわしいに違いない。さて深浦論考は次の一文で始まる。デビュー以来トップ棋士への階段を破竹の勢いで駆け上がってきた藤井聡太さんが、将棋界の8大タイトルのうちついに六冠を獲得しました。1996年に七冠制覇を成し遂げた羽生善治九段に次ぐ史上2人目の快挙です。このまま藤井さんが八冠制覇すれば、羽生さんを超える前人未到の偉業を達成することになります。羽生さんと藤井さんの2人が歴史に名を残す天才棋士であることは疑いようがありません。非常に丁寧で的確な序盤の駒組みである。将棋に関心がない人にも興味の引く記事となるよう、深浦も編集誌も配慮していることがわかる。本堂がないようを広げるためにも他の記事やインタビューも拾っていこう。2021年12月30日発刊の竜王藤井聡太の中で、深浦は変な話ですけど自分より格下の相手だと勝たなきゃいけないという重圧がありますし、研究が深い若手が相手なら変化球でいこうかなとか色気が出る。それが自分の至らないところなんですけどね。ただ羽生さんや藤井さんという超強豪が相手だと思い切ってぶつかれるんですと語り、その時代を象徴する名棋士に対して深浦さんはすごく燃え上がるんじゃないかという。
記者と渡辺名人の雑談とともに紹介されている。そして藤井と羽生による先日の王将戦第6局で深浦は立会人を務めている。深浦は言う。私は藤井さんの登場で将棋というゲームの考え方がガラリと変わってしまった気がしています。深浦は自身の将棋観を藤井によって問い直されていると感じている。深浦の考える将棋の前提と勝負とは次の通りである。2人の対局者がどちらも間違える。人間は不完全。必ずミスは出る。それは仕方のないこと。自分が先に間違えてしまったら相手がもっと大きなミスを犯すように仕向ける。これに対して藤井将棋は人間は間違えるという前提を掘り崩しつつある。ほとんどの局面で最善と思われる手、あるいはそれに近い手しか指さない。こうしたほぼ間違えない棋士の出現は非常に衝撃的である。深浦は藤井の読みの深さを分かりやすく海での貝殻探しに例えている。凡庸な貝殻は砂浜に落ちていて誰でも発見できる。その一方で貴重な貝殻を探すためには潜水し海底にある高価そうな貝殻を発見し岸に戻る。さらに良いものを求め別の地点を探査することを繰り返す。その結果最高の貝殻を手にすることができる。さらに深浦は先を読んでいる棋士の心境はこれに近いものがありますとして藤井の貝殻探しの深さを例示する。棋士はようやく探り当てた手がどれだけ良いと思っても他の地点を探せばもっと良い手があるかもしれないと考える。しかしこの作業はどこかで作業を切り上げざるを得ない。これは持ち時間という制限や潜水作業に必要となる技術や体力、潜水地点を選定する能力と勘の良さについて例示している。藤井の場合、広い海に何度も深く潜りに行き最善の手を探し出してくる。つまり藤井六冠はそうした最善手を手繰り寄せるための潜水技術が誰よりも優れ抜きんでているということなのだ。こうしたいわば潜水技術は将棋 AI の発達が影響しており他の棋士もいかに間違えないかに注力している。深浦は次のように指摘する。もちろん AI によって将棋の可能性が広がったのは確かです。しかしその反面最善の手を逃してはならないというプレッシャーが棋士たちには重くのしかかるようになりました。人間と AI との境界が溶解しつつある将棋界の状況を的確かつ率直に述べるのである。深浦は王将戦の立ち会いを通じて一手損角換わりを第一局で採用した羽生がこのような AI の呪縛を振りほどき研究が進み藤井が最先端の知見を持つ角換わりではなくまだ研究の未開拓領域が残るいわば自由度の高い戦法を選んだのは AI による正解ばかり気にしていてはミスによる失点を恐れて自由な発想ができないからだと分析している。これを 100m 走に例えて金メダリスト級ランナーの藤井六冠を相手にあえて 10m 後ろからスタートするハンデを追ってでも AI の評価にとらわれず藤井さんの意表をつく手を指せば前を走る藤井さんを追い抜くことができるだろうと羽生が天才ならではの戦略を取ったことに驚嘆している。実際例えば木村一基九段はびっくりしました。藤井さんの意表をつかれたと思いますと評しているとともに勝利した藤井ですら対局後に想定はしていなかったと述べている。羽生はまだ可能性もあるのかなと思ったのでいろんなことを試みる中の一環でやってみましたと述べている。深浦は2022年度の名局賞にも選出された王将戦第2局において羽生が勝ちを手繰り寄せた先手8二金を驚くと同時にどこか懐かしい気持ちになった羽生マジックとして10回している。将棋連盟の理事に当選し来月初旬には次期会長への就任が確実視される羽生であるがその昔は常に緊張感を身にまとい殺気立っていた。対局中は一つでも隙を見せたらぐさっと刺される。
という感じの怖さを漂わせていた羽生。これに対してかつての羽生さんと違って藤井さんには殺気だった空気は感じられません。常に冷静で目の前の将棋だけに集中しているように見えます。例えば藤井さんは相手のことを全く見ようとしません。人間を相手にしているという考え方が希薄で、ただ自分が正しい手を指せば勝てると考えている。将棋の真理を追求することを優先しているのだと思います。藤井さんは負けた後の感想戦でも屈託なく相手と言葉を交わし、敗因を突き詰めようとします。これは藤井さんだけが特別というより、時代の変化が背景にあるのかもしれませんと深浦は記している。この機構は藤井八冠を誰が破るかで結ばれている。八冠制覇後誰がタイトルを奪い取るかに話題が移るだろう。あのは服を君にと題された取材記事も先日ウェブでアップされているようである。将棋界の早指し団体戦アベマトーナメント2023予選 B リーグチーム山崎とチーム斉藤の対戦では3連戦の上2勝し、実力の充実ぶりを伺わせた佐々木大地七段。藤井六冠への挑戦で注目が集まる。弟子の躍進で深浦康市九段への取材も多くなるだろう。